ちのく一周温泉一人旅。大人の休日クラブパス2日目。ゆきひょうの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。2日目プランダイジェスト。2日目の朝はホテルで朝食です。早めにチェックアウトしました。青森発8時33分の青い森鉄道に乗る予定でしたが、駅に早く着きすぎたので1時52分発の電車に乗れました。しかしこの電車は学生さんの通学時間と重なってしまいました。浅虫温泉駅で途中下車し、ユーサ浅虫で温泉を楽しみました。ユーサ浅虫の売店かユーサ市場で何か食べ物を買おうと思っていましたが、朝ごはんを食べ過ぎて満腹だったため何も買いませんでした。11時8分の電車で八戸へ向かう予定でしたが、もともと予定より早く着いていたので9時45分の電車で八戸へ出発しました。八戸では駅前のドトールで充電などして休憩へ。12時24分八戸発の八戸線で9時には14時9分着。14時15分9時発の三陸鉄道リアス線で宮古に15時49分着。この日最後の電車15時54分宮古発の秘境山田線で盛岡に18時21分着です。この日は R&B ホテル盛岡に宿泊です。夕食はホテルのチケットを利用してぴょんぴょん車で盛岡冷麺を食べました。大人の休日クラブパスを利用して温泉にも入る東北一周の旅。このプランは R55 大人の平日クラブさん提供のものです。概要欄にこのプランが掲載されている R55 さんの動画を記載します。大人の休日パスを活用したプランがこの他にも合計6個紹介されています。大人の休日クラブ活用の動画がたくさんあるので、ぜひご覧になってみてください。青森町中温泉で朝食。朝食会場に到着。列に並びます。ホテルは朝から漫画も読み放題、ゴロゴロしてテレビも見放題です。朝食はブッフェなので好きなだけ食べられます。青森特産のりんごもお忘れなく。町中温泉青森センターホテルの動画は後日別動画でアップ予定です。おいしい日本の朝ごはんの出来上がりです。出発準備が終わったので早めに出かけることにしました。青森駅に向かいます。地域バスのかわいいカラーリングにいつも目が行きます。青い森鉄道で浅虫温泉へ。青森駅に向かっています。
車両です。予定より早い1時52分発の電車。通学時間帯と重なったので学生さんが多かったです。地域の学生さんの学生服も可愛くて素敵でしたが、撮影依頼すると変態だと思われるかもしれないので我慢しました。椅子は履いていなかったので先頭車両の先頭を陣取りました。本日は青い森鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は浅虫温泉、野辺地、三沢方面、各駅停車、八戸行きのワンマンカーです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まるドアにご注意ください。発車しますよ。車内は学生さんで混み合っています。ご乗車ありがとうございます。この列車は各駅停車、八戸行きのワンマンカーです。この列車のドアは自動では開きません。ドア横の開けるのボタンを押してお降りください。ドアを閉めるときは他のお客様にご注意ください。車内にはお年寄りやお体の不自由なお客様のために優先席を設けてあります。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定の上、通話はお控えください。皆様のご協力をお願いいたします。次は福井です。青森駅から浅虫温泉まで約20分の旅です。踏切の道路のところが綺麗な水色です。鉄道の名前が青い森だからでしょうか。ガードレールの柵も水色です。まもなく福井降り口は左側です。学生さんがどんどん乗ってきます。東青森駅。次は小柳です。次は矢田前です。次は野内です。
虫温泉です。まもなく浅虫温泉、降り口は左側です。お降りの際はお近くのドアボタンを押してお降りください。乗車券、運賃は駅の改札口でお渡しください。浅虫温泉駅に到着です。ユーサ浅虫。浅虫温泉ではホームで電車を待つ人はいません。駅構内で座って待ち、電車が近づいたら駅員さんの誘導でホームに入ります。浅虫温泉にはユーサ浅虫の他にも日帰り入浴ができる場所があります。こちらでは青い森鉄道グッズの自販機も設置されています。浅虫温泉の駅前です。こちらに見える歩道橋を渡ればユーサ浅虫です。あちらに見える茶色い建物が道の駅ユーサ浅虫です。ユーサ浅虫では車中泊をする人も多く、朝から晩までお風呂を利用する人も多いみたいです。安価に見えるのが浅虫温泉駅。そしてこちらがユーサ浅虫です。歩道橋を渡ってそのままユーサ浅虫の建物に入れます。1時から19時まではここから入れます。お風呂の営業時間と同じです。まっすぐ進むとエレベーターがあります。お風呂のある5階に上がります。大きめ荷物があっても問題ありません。100円のリターン式ロッカーが1階とお風呂のある5階にあります。こちらは下駄箱。靴を脱いでお風呂施設に入ります。次はチケットを券売機で買います。大人は360円、小学生は160円、幼児は70円です。とても安いですよね。ただしシャンプーや石鹸はありません。お風呂グッズは持参するか、忘れた場合は売店で購入できます。ボディタオル、シャンプーやコンディショナーが揃っています。浅虫温泉デザインのタオルや青森弁や生ハゲの手ぬぐいもあり、これはお土産にもなりそうです。こちらは休憩コーナーで
の自販機があり、椅子がいくつか置いてあります。窓からは陸奥湾の海と湯の島が見えます。この景色はお風呂からも見えます。お湯は癖のない単純泉でした。休憩コーナーと同じように湯の島など見えますが、窓は湯気でちょっと曇っていました。ユーサ浅虫は5階建て。5階が今回入った展望浴場でした。4階は会議室、3階はキッズコーナーと授乳室。結構広いのでお子様がたくさんいてものびのび遊べそうです。2階は休憩コーナー。思ったより広くはないです。車中泊の方や売店で食べ物を買った人が食べたりできるのかもしれません。1階は売店です。青森なので貧乏素材としたものが多かったです。品数も多いのでお土産を買うのにとても良いです。またガチャもたくさんありましたよ。予定より1本早い9時45分の電車で八戸に向かうことにしました。ユーサ浅虫を出ました。お腹が全然空かないのでユーサ市場にも行きませんでした。今更ながら店内だけでも見ればよかったと後悔しています。浅虫温泉の駅員さんから電車の到着のアナウンスと誘導を受けてホームに入ります。上り列車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。これは電車なのかな。車内販売があり、キーホルダーを買ったところおまけにシールがもらえました。ピンバッジも買えばよかったかな。青い森オンラインショップでも販売しています。一番前の左側です。青なんですよ。一番最後のネグレ。八戸線で9時へ。八戸駅に到着しました。予定より1本早い電車での八戸到着なので
9時行きの14時9分発の電車までまだまだ時間があります。この日は1日ローカル線なので電車内で充電ができません。近くで充電スポットを探し、駅を出てすぐのところにあるドトールに行きました。お腹は空いていないのでこのヨーグルトドリンクを注文しました。モバイルバッテリーも2個持ってきていますが、充電できるところでは充電します。そろそろ八戸線で9時へ出発。2番線に向かいます。もう電車が到着していました。12時24分発9時行きです。奥に青森から乗ってきた青い森鉄道の車両が見えます。内側新田川The doors on the right side will open. Only the door next to the driver will open. 海岸線を走ると思っていたのですが、内陸で主に住宅地を走ります。それでも佐目駅を出るとちょっと海が見えることもありました。佐目駅を出発です。海側進行方向左側に蕪島神社が見えます。蕪島はウミネコの繁殖地で神社内にもウミネコがたくさんいるそうです。ウミネコは2月末に繁殖のために蕪島にやってきて8月中旬に家族で旅立ちます。リゾート白神でおしゃべりした方はウミネコがたくさんいてとても良かったと話されていました。いつかウミネコがいる時期に行ってみたい。青い建物は八戸市水産科学館マリエントです。海が見える景色の動画です。初夏で草木が生い茂っているので海が見えるタイミングは読めませんでした。終点の9時駅到着まで海の映像が続きます。お急ぎの方はチャプターリストで9時出発の三陸鉄道リアス線のところに飛んでください。大助神社近くの六白浜駅着、庭園を造成中でした。海岸沿いの遊歩道、散歩してみたい。駅名標は海とウミネコの爽やかなデザインです。宿の兵器を出
が続きます。まもなく陸中焼きです。お出口は左側です。列車の一番前のドアだけが開きますので、到着後、ホーム側のドアボタンを押しておいてください。乗車券、運賃、乗車駅証明書は列車が止まってから運賃箱へ置いてください。定期券は運転士にお見せください。ホームが低くなっておりますので、お降りの際は足元にご注意ください。The next station is Rikuchuyagi. The doors on the left side will open. Only the door next to the driver will open. Please watch your step when you leave the train. そのまま陸中八木駅に到着。陸中八木駅からはすぐそばに海が見えるので、海を背景に駅名標を車内から撮影する人が多かったです。陸中八木駅で少し待ち合わせ時間がありました。陸中八木駅を出発。終点の久慈駅まで残る駅は5つです。平成初期、車で青森の海岸を走った時に丹波哲郎版の映画「砂の器」に出てきそうな漁村がありました。あのような風景はもうないのでしょうか。まもなく右です。お出口は右側です。列車の一番前のドアだけが開きますので、到着後、ホーム側のドアボタンを押しておいてください。乗車券、運賃、乗車駅証明書は列車が止まってから運賃箱へ。列車とホームの間が空いているところがありますので、足元にご注意ください。宇毛駅を出発。次は陸中中野、陸中中野です。列車の一番前のドアだけが開きますので、到着後、ホーム側のドアボタンを押しておいてください。The next station is 陸中中野。Only the door next to the driver will open. 宇毛漁港工事中です。海岸沿いに遊歩道があります。お散歩している方がいました。羨ましいです。
陸中夏井駅に到着。次が終点の久慈駅です。幼い川。14時9分、久慈駅に到着です。14時15分発の三陸鉄道リアス線への乗り換え時間は6分です。左側に見える車両がこれから乗る三陸鉄道です。私は先頭車両に乗りましたが、三陸鉄道に乗り換えの場合は3両目の方が乗り換えの跨線橋に近いです。乗車している人のほとんどが三陸鉄道に向かいます。ドアが開くと一斉に三陸鉄道に向かいます。久慈駅に到着です。先頭車両にいたのでかなり出遅れてしまいました。三陸鉄道リアス線で席は確保できるでしょうか。次のチャプターに続きます。三陸鉄道リアス線で宮古駅へ。14時9分、JR 八戸線で久慈駅に到着です。ここで14時15分発の三陸鉄道リアス線に乗り換えて八戸へ行きます。先頭車両に乗ってますが、跨線橋に近いのは3両目の車両です。ほとんどの人が三陸鉄道に乗り換えします。すっかり出遅れてしまいました。ちなみに後で分かりましたが、クラブツーリズムの団体さんがすでに先に乗車していました。確実に座るために電車が入港する前から団体で並んだのだそうです。1両目はテーブルのついたボックス席。ほぼ埋まっているように見えました。2両目はサンリオのキキとララのペイント車両です。中は普通のボックス席の電車でした。私はクラブツーリズムで来ていた3人グループのボックス席に座らせていただきました。クラブツーリズムの方は普代駅あたりで全員降りましたが、それまでずっとおしゃべりをしていたので電車の音声はカットしています。旅は道連れ、世は情け。今回の4泊5日の旅ではたくさんの方とお話できて、とても楽しく情報もいただけて助かりました。ほとんどの海岸が防波堤になっていて、たまに海が見えてもほんの少しです。野田玉川駅に到着。2011年3月11日の東日本大震災から13年。真新しい堤防と水門が続くのを皆さんと一緒に眺めていました。野田玉川駅を出てしばらく走った後、赤川にかかる赤川橋梁のところで停車します。赤川は秋になると鮭が登ってくるそうです。川は透明度が高く澄んでいて、川底もきれいに見えます。海側の席からは見えませんでしたが、反対側からは鮭の孵化場が見えるそうです。孵化場は津波で流されましたが、国や県、村などの行政からの支援を受け、
秋鮭が登ってくる前までに復旧させたそうです。また陸側には塚大橋があり、そのふもとから三陸鉄道を撮影するとこんな写真が撮れます。この辺りで NHK ドラマのあまちゃんが撮影されたそうです。1日目に乗った観光電車のリゾート白神と比べると海の見える頻度は少ないですが、普通のローカル線でありながら観光ポイントで停車してくれるとは思わなかったので、とても嬉しいサービスでした。堀内駅です。水産物の施設が見えますが、津波で流されて建物は減ったそうです。堤防も一部新しく整備され、色が異なっています。堀内駅を出てしばらくするとまた停車しました。今度は三陸鉄道大沢橋梁です。陸側には赤い国道45号が走っています。国道から撮影するとこのような写真が撮れます。クラブツーリズムの団体の方が普代駅あたりで降り、その後は全員座ることができました。その後、トンネルの都度ガラスが真っ白になることが多かったです。45号線の下をくぐります。平井賀川、ガラスが曇っています。田野畑駅に到着です。田野畑駅を出るとすぐに三陸鉄道と同じカラーリングの水門、平井賀水門が見えます。この水門は震災以前からあり、被害は特に受けていないようです。ヘッドライトもついており、行き先表示は宮古です。鳥の越駅、この駅は震災で駅舎の土台、階段の一部等を除き、駅舎、ホーム、高架線路のすべてが消失しました。その駅舎の跡地は眼下に見える公園になりました。階段と宮沢賢治の詩碑はそのまま残されています。震災から3年後の2014年7月に新しい鳥の越駅が開通しました。駅前広場の完成は2016年です。岩泉表手前、遠くに水門が連なります。太郎駅、こちらから震災以降の太郎観光ホテルが遠くに見えました。最後にテーブル付き先頭車両を見に行きました。15時49分、宮古到着です。乗り換え時間5分で山田線のホームに向かいます。今回乗る電車は3番線です。秘境の山田線、宮古駅で三陸鉄道リアス線から JR 山田線へ5分で乗り換えです。本日いよいよ最後の電車、今日を旅する山田線です。15時54分宮古駅発、18時21分盛岡駅着、約2時間半のローカル線の旅の始まりです。反対の2番線の電車は三陸鉄道のポケモンプリント電車です。私
私が八戸から乗ってきた三陸鉄道の車両は奥に見えるサンリオのキキララのかわいい電車でした。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は JR 山田線普通列車の盛岡行きです。この先、千徳、毛花市、引目の順に終点の盛岡まで各駅に停車いたします。途中、主な駅の到着時刻をご案内いたします。途中、もう一には16時17分の到着、陸中川に16時38分、川内16時57分、上米18時5分、終点盛岡には18時21分の到着です。お客様にお願いいたします。車内はすべて不燃です。おタバコはご遠慮ください。また、携帯電話、スマートフォンの利用マナーにご協力お願いいたします。本日、この列車2両で運転しております。お手洗いは各車両前方にございます。どうぞご利用ください。ご乗車ありがとうございます。普通列車の盛岡行きです。次は千徳に停まります。こちらの席が良かったのですが、乗り換え5分での到着では座れませんでした。お降りください。出発してしばらくは京川が左側に流れています。途中から川は蛇のように蛇行して流れているので、線路と川が交差しながら進んでいきます。京川は草海駅手前まで続きます。まもなくもう一に停まります。お出口は右側です。ドアボタンを押してお降りください。もう一駅到着です。ここにはかつて岩泉線がありました。奥に見える草の生えたホームがかつての岩泉線ホームではないかと思います。岩泉線は2010年の土砂崩れ後の復旧めどが立たないことと利用者数の減少から2012年3月30日に廃線となりました。土砂崩れ後はバスの代行運行を行っており、そのまま輸送はバスに移行されました。もう一駅を出発。岩泉線時代の駅表の枠だけが残っていました。宮古・盛岡間には特急バスも運行されています。しかも特急バスなら1時間半で到着します。電車の場合は快速でも2時間10分かかるのでバスの方が早いです。しかも便の本数もバスが電車の3倍あります。料金の差は約200円バスの方が高いですが、40分早く到着できるなら安いかもしれません。本数も少なく時間もかかる山田線。廃駅になった場所も2つあり、両方ともすでに撤去され更地です。30年ぶりの東北の旅。次に来る時に山田線は残っているでしょうか。そんなことを考えながら景色を見ていました。なお2024年度は JR 山田線の乗車券で
306特急バスにも乗車可能という実証実験が実施されています。実証実験と言いつつ、実際には慣らし運転と言いますか、バスへの移行促進のような気がします。山田線は廃線の噂もあります。まもなく川内に停まります。お出口は左側です。ドアボタンを押してお降りください。立派な道路です。これが106号特急バスが走る道路でしょうか。車に追い抜かれていきます。先ほどと同じ車と今度は並走です。区境駅に到着です。この辺りの標高は高く、この後は盛岡に下っていきます。この区境駅から次の上米内駅までは30分ほどかかります。この2駅間の間にあった朝岸駅と大志田駅が2016年に廃駅になっています。またすでに通過しましたが、川内駅と松草駅の間にある平津戸駅も2023年に廃駅になりました。秘境の旅が終わり、上米内駅を出ました。次は終点の盛岡駅になります。どなた様もお忘れ物のないようお支度をしてお待ちください。盛岡からのお乗り換え列車をご案内します。新幹線はやぶさ小町42号東京行きは18時50分。盛岡駅に到着です。私が座っていたボックス席です。でもいつか座ってみたいあちらの席。これは昔の電車の灰皿の名残でしょうか。
ご乗車ありがとうございました。終点の盛岡に到着です。お忘れ物、落とし物、なさいませんようお待ちください。今日の電車の旅が終わりました。R&B ホテル盛岡、18時21分盛岡着。ちなみに乗ってきた山田線は1日7本です。すぐに R&B ホテル盛岡に向かいます。ホテルは盛岡駅前からすぐのところにあります。 Google マップだと裏口が表示されますが、図の矢印のところから入れるので、こちらの方が近くて良いです。細いホテルの入り口、右にあるのは韓国料理のお店、ぴょんぴょん社。夕食はホテルのチケットを利用してこちらでいただきます。ホテルの詳細動画は別で作る予定です。今回は簡単に紹介いたします。チェックインが終わったらエレベーター付近にある棚などからアメニティグッズやパジャマを自分で部屋へ持っていきます。部屋はシングル、1泊2食付きで7,200円という嬉しい安さでした。部屋は狭いですが一人なので十分です。夕食は隣のビル1階のぴょんぴょん社。ホテルのチケットで盛岡冷麺が無料で食べられました。マッコリは別料金で注文しました。雨が降ってきていたのと疲れていたので、銭湯の長町梅の湯に行く予定でしたが、行かずに眠りました。3日目予告。3日目は盛岡を出て新幹線はやぶさで北上へ。北上からはホット湯田駅で下車し、駅中にある温泉に入ります。お昼は錦秋湖の見えるカフェでスパゲッティ。ホット湯田からは再び北上線で横手へ。横手で大本線に乗り換えて新庄駅へ。新庄駅では人工温泉がついている植栽の宿奥山に宿泊します。最後は Google マップに従って遠回りしてホテル向かう様子の映像でお別れです。左に見えるのは東横インです。この動画が参考になりましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。